水中では空気中とは音の伝わり方が全く異なります。魚は音に敏感だと言われていますが、実際どのように音を聞き行動しているのでしょうか。音が魚の行動に及ぼす影響をイメージして、より一層釣れる方法を考えてみましょう。本日の結論です。未知の部分が多いが、なぜか釣れる。本日の目次です。水中における音の伝達。魚にとって大切な聴覚。魚の聴覚器官。側線で音を感じる。浮き袋と魚の聴覚。魚の聴覚能力。魚が発する音。魚の聴覚と行動。魚の聴覚と釣り。この9つについて解説していきます。水中における音の伝達。ダイビングなど水に潜った経験のある方ならご存知の通り、水中は音のない世界ではなく、むしろ様々な音に溢れた世界です。水中で発生した音は100メートル程度で吸収されてしまう光や電波に比べて減衰が少なく、より広範囲に広がります。空気中での音の伝達速度は摂氏15度の場合、秒速340メートル程度ですが、水中では秒速1500メートル程度に達します。音は水中では空中よりはるかに速く伝達します。水中の音は粒子変動と音圧の2種類に分類されます。粒子変動は水の粒子が動くことにより発生する振動であり、音圧は音が水中を伝わるときに生じる圧縮された密な部分とそのままの部分が交互に伝わる波です。粒子変動は振動エネルギーが急速に減衰するために遠くまでは届きませんが、音圧はかなり遠くまで伝達するという特徴があります。このことに加えて水中音は空気中に発生し、私たちが聞いている音とは異なるものだということをまず頭に入れておきましょう。魚にとって大切な聴覚。私たち人を含めた陸上動物は密度の低い空気に囲まれて生活しています。空気中では時に数キロメートル、数十キロメートル先の物体を視認することができます。一方で水中では最も透明度の高い水域でも視界はせいぜい数十メートルです。濁りのきつい河川の下流部や内湾では数メートルの視界を得るのが困難な場合もあります。つまり魚をはじめ水中に生息する生物は陸上よりもはるかに視界の悪い場所で生活しています。水中の音は陸上よりも早く伝達します。視界の効かない水中で生活する魚は視覚によって得られる情報よりも音による情報を有効に利用していることは容易に想像できます。魚の聴覚器官。聴覚は外部の刺激を受容する感覚の一つで、音波を感じる感覚です。本来、聴覚は人の感覚に与えられた用語であるので、他の生物が音波を音として感じているかは定かではありませんが、ここでは水中の魚が振動や音波を感じ取る感覚を聴覚として話を進めます。魚が音の刺激を直接感じる器官として内耳と側線があり、聴覚を補助する器官として浮き袋があります。主に水の波である音圧を感じるのが内耳、水の粒子の振動である粒子変動を感じるのが側線です。人間には外耳、中耳、内耳があり、空気中の音を鼓膜で振動に変え、耳小骨によって効率よく音の情報を内耳に伝えることで音を聞いています。一方で、魚には陸上動物に見られるような外耳や耳の穴ではなく内耳しか存在しません。魚の周りにある水そのものが音を伝え、魚の頭骨を伝わって耳に届けられるのです。魚の内耳は迷路のような複雑な構造で、魚種により形態は異なっていますが、大きく分けて上半部の半気管と下半部の耳石器官や小脳から成り立っています。
このうち半規管は主に平衡感覚を司る部分で、聴覚に関与するのは耳石器官や小脳です。これらの器官の表面には音や振動を感じる有毛細胞と呼ばれる細胞が分布しています。側線で音を感じる。内耳とともに魚類の感覚器官として重要なのが側線です。側線器は魚類や水生の両生類の体表に存在する感覚器官で、音のような振動波のほか、水の流れや揺らぎ、接触などを感じています。魚の側線は体の側面に伸びる点線のように見えますが、これは側線が小さな孔の連続だからです。側線のある鱗は側線輪と呼ばれ、それぞれの鱗に側線孔という小さな孔が開いています。この穴を通して皮膚や鱗の中にある側線管と呼ばれる管に水が通っています。側線管の中にはクプラと呼ばれるゼラチン状の物質が並び、その中には内耳と同じ有毛細胞が包まれていて、水の振動や水の粒子の動きを感じ取っています。側線による感覚は水中の音の中でもより低周波のものに敏感に反応していて、外敵の接近や障害物の存在をいち早く察知し、視覚に頼らず自在に泳ぎ回るのに役立っています。特に低生魚や深海魚には側線感覚を発達させたものが多く、アイナメが5本の側線を持っているほか、カレイやヒラメ類は尾の先まで伸びた側線を持っていて、砂の中に潜っていても餌や外敵の接近を察知できると言われています。また、サンマやトビウオといった表層を泳ぐ魚の場合、側線が体側ではなく体の下側にあって、下方からの外敵の襲来に備えています。大地震や嵐の前にナマズが暴れたり、深海魚が浅瀬に打ち上がったりといった魚の異常行動が見られることが古くから言い伝えられていますが、こうした行動も魚の持つ特殊な感覚によるものではないかと考えられています。側線による感覚は単に音を感じるだけのものではないので、聴覚というよりもむしろ第六感と呼ぶべきものかもしれません。浮袋と魚の聴覚。浮袋は魚の体の比重を周囲の水の比重と等しくして自由に遊泳するための器官ですが、聴覚にも深く関係しています。多くの魚類では水中の音を頭骨で受け、音を振幅して内耳に伝えていますが、その際に浮袋が増幅器としての役割を果たしています。一般的に柔らかい底質の池などに住む魚は聴覚の優れたものが多くいます。鯉やナマズの仲間の多くはこうした環境に住みますが、これらの魚は骨表類といい、浮袋と内耳の間にあるウェーバー器官という小さな骨を使って振動を伝えています。このため聴覚が鋭く、聴覚スペシャリストなどと呼ばれています。反対に海や川の上流部など騒がしい環境に住む魚はそれほど敏感な聴覚を持たず、特に肉食魚は小型の魚と比べると比較的聴覚が鈍くなっています。これは環境中の騒音によって感覚が麻痺しないようにするためと考えられています。ヒラメやカレイ、カツオといった浮袋を持たない魚は頭骨のみで音を伝えているため、聴覚は鈍いと考えられていますが、それを補うように側線感覚を発達させています。聴覚を司る3つの器官のまとめです。魚にはいわゆる耳はなく、水の振動である音を全身で感じています。水中を伝わって魚の体に当たった音は頭の骨の中にある内耳に伝えられますが、その際に浮袋が増幅器として重要な役割を果たしています。内耳。耳核と呼ばれる骨でできた隙間の中にあって、リンパ液に包まれており、音を感じているのは下半分の耳石器官です。マアジの耳石は脊椎動物の内耳にあたり、炭酸カルシウムの結晶からできています。聴覚のほか、平衡感覚にも関与しています。形状は魚種によって異なっています。
これらの表面に散らばった有毛細胞と呼ばれる細胞で音や振動を感知しています。浮袋。頭骨に伝わった音の振動を増幅して内耳に伝える働きを持っています。浮袋で音を察知する魚にはナマズや鯉などがいます。浮袋と内耳の間にウェーバー器官と呼ばれる骨があり、浮袋が受けた振動を伝えています。そのため、魚類の中でも際立って聴覚が発達しており、聴覚スペシャリストなどと呼ばれています。側線。体の両側の胸びれのあたりから尾びれの付け根にかけて伸びている側線は、水中の音の一つである水の振動や水圧、水流の変化を感じ取ることができます。真っ暗な中でも魚がぶつからずに泳ぐことができるのは側線の感覚によるものです。側線が発達した魚でもある釣りの対象として人気のアイナメは、浮袋を持たない反面、体側に5本の側線を持っていて、周囲の水の動きや餌の動向を敏感に感知することができます。軽い重りのついた仕掛けを落とし込むブラクリ釣りは理にかなったものと言えます。魚の聴覚能力。私たち人は周波数 20Hz から2万ヘルツの音を聞き分けることができます。魚が言葉や音楽のような複雑な音を聞き分けられるかどうかは別として、単純な音を周波数ごとに発生させ、魚の聴覚を測る実験が様々な魚種について行われています。これらの実験結果によると、魚が大事で聞くことのできる音の周波数は、魚種によって異なるものの、おおむね数十ヘルツから数千ヘルツの範囲であることが分かっています。鳥の歌聴域がおよそ 200Hz から 8000Hz、犬で 35Hz から8万ヘルツであると言われているため、魚の聴覚はかなり低周波に偏っていると言えます。鯉やナマズのように浮袋を使って音を聞く聴覚スペシャリストと呼ばれる魚種は、数十ヘルツから数千ヘルツの音を聞くことができるとされています。浮袋と内耳がつながっていない魚種では、聞き取れる音の範囲が 100Hz から 3000Hz、ヒラメやカレイのような浮袋を持たない魚では 400Hz 程度までが聞き取れる音だということが分かっています。特によく反応する周波数帯にも魚種ごとに特徴があり、低生の魚の多くが 100Hz 前後と低い音によく反応するのに対し、スズキやキハダなどの中大型の捕食魚では 200Hz から 500Hz、イワシ類などの小型の魚では1万ヘルツ以上の高めの音に反応します。こうした魚種ごとの聴覚の特性は、餌となる生物の動きや捕食者への反応、海中にもともと存在する波の音などの騒音に対する順応などと考えられています。単純に見ると、魚は人と比べてかなり低い音しか聞き取れないことになりますが、これは魚の聴覚が陸上動物に比べて劣っているというわけではなく、水中での生活に必要な音域に特化した聴覚を発達させているものと考えられます。しかしながら、こうしたデータは水槽内の実験によって調べられたものがほとんどで、実際に水中の魚がどのように音を感じているのかは解明されていない部分が多いのです。魚が発する音。水面で魚が跳ねたとき、バシャッポチャッといった音が聞こえるように、ほとんどの魚は水中を泳ぐ際に何らかの音を発生させていると考えられています。近年は計測機器の発達によって水中の様々な音が計測されるようになり、大きな群れをなして移動する魚群が音を発したり、大型の魚が急な方向転換を行うときや、餌を捕食する際などに特徴的な音を発することが分かっています。このような体の動きや行動によって自然に発生する音のほか、能動的に音を出して仲間とコミュニケーションを取ったり、敵を威嚇したりできる魚種もいます。例えば、スケトウダラは繁殖期になると浮袋を使って音を出し、求愛行動を行うことが水槽内で観察されています。ニベの仲間も繁殖期の夕暮れ時に
太鼓を叩いたような音を出すことが知られていて、雌雄で出す音の周波数が異なることから、繁殖に際して何らかの効果を果たしていると考えられています。カサゴやハゼの一種は縄張り争いの際に音を出します。ギギの仲間などのナマズの一種は外敵に捕まりそうになった際に胸びれの骨をすり合わせてギーギーと音を出します。変わったところではフグが上下の歯をすり合わせて音を出すこともあります。船釣りやボート釣りにおいて魚群探知機やソナーといった音響探査機器が不可欠なものになっていますが、近年の魚群探知機の中には単に水中の魚を探すだけでなく、水中の魚が発する音を頼りに水中の魚の量を計測できる計量魚探と呼ばれる機器も開発されています。魚種によって異なる聞き取れる音域を紹介します。骨標類、コイ、ナマズ、ドジョウ、ピラニアなど数十ヘルツから数千ヘルツの音域を聞き取れます。非骨標類、スズキ、マダイ、マアジなど100ヘルツから3000ヘルツの音域を聞き取れます。無標類、ヒラメ、カレイ、アイナメなど400ヘルツまでの音域を聞き取れます。音を利用した漁法もあります。カツオの一本釣りでイワシの巻き餌をするとともに、船べりから勢いよく散水することによって魚を集めます。散水には視覚的な効果のほか、音によって切餌を促進したり、警戒心を緩める効果があるという説もあります。魚の聴覚と行動。聴覚の機能はその動物の行動と密接に関わり、進化の過程で合理的に発達してきました。これは魚の場合も同様で、特に餌を取ったり、敵から身を守ったりする際に聴覚による情報を利用しています。例えば、カツオなどの肉食魚は海面で仲間が餌を捕食する際の音に反応することが知られ、一本釣りの際に使用される散水は捕食の際の音を模しているという説もあります。水面に落ちた虫などを捕食している魚種は、餌が水面に落ちた時に起こるかすかな音や水面の乱れを感知することができます。ルアー釣りやフライ釣りをされている方なら、着水と同時に魚が食いついたという経験を持つ方も多いでしょう。このような行動には視覚だけでなく聴覚が重要な役割を果たしています。実験によれば多くの魚は 100Hz 前後の騒音に対して逃避行動を見せたといいます。同じ実験で 60Hz また 300Hz の音に対しては忌避的な行動が見られなかったそうです。多くの船のエンジン音には 100Hz 前後の周波数が含まれており、船のエンジン音で魚が逃げるというのは間違いなさそうです。釣りをしていると些細な物音で魚が逃げることを経験した方も多いと思いますが、水辺に近づく時の足音や水面を叩く音、スパイクブーツの金属音などには魚が外敵の接近を感じるような音域の音が含まれていると考えられています。一方で人の話し声は 300Hz から 700Hz あたりだと言われているので、魚種によっては人の声が聞こえないものもいるかもしれません。いずれにせよ、釣りの際は不用意に音を立てないようにするのが効果的であることは間違いありません。水中の音と魚の関係においては4段階の音圧レベルがあると考えられています。レベル1、感覚識位置。魚がようやく感知できる最小の音のことで、感知できる感度は魚種によって異なります。レベル2、誘致レベル。魚にとって快適な音の強さで、興味のある音であれば音源方向に寄ってくる音圧です。レベル3、威嚇レベル。魚が驚いて逃げたり、音源から遠ざかろうとする音圧レベルです。レベル4、損傷レベル。魚の内耳の破壊や浮き袋の破裂が起こり、死亡するレベルです。海底で爆発物を破裂させた際などに発生するレベルです。もっとも、魚の音に対する行動は、魚種やその時の状況、慣れや学習によっても変化します。実際に船のエンジン音が聴覚に影響を与えるとして、
釣りの最中はエンジンを切って操業する釣り船がいる一方、毎日のように餌付けをしているような場所では、エンジン音を聞いただけで魚が浮き上がってくることもあるといいます。外来種として生態系への悪影響が指摘されるブルーギルの行動を抑制するために、ブルーギルが嫌う周波数の人工音響を水中に流して捕食や繁殖を抑制し、食害の影響を軽減させるといった実験も一部で行われています。その反対に、ある特定の音に慣れさせた魚の稚魚を放流し、大きくなったところを音で集めて収穫しようという試みも行われていて、海洋牧場と呼ばれています。この技術を応用すれば、音のコマセのようなものができるかもしれません。大規模な橋やトンネル、空港の建設といった工事の際に工事機械が発生する音や振動が魚の行動・回避に影響を与えることも知られています。実際に青函トンネルの工事の間は津軽海峡にマグロが回遊してこなかったと言われています。近年ではこうした工事による影響評価を事前に行うことが義務付けられています。音を発する魚を紹介します。ニベの仲間。ニベの仲間は浮き袋から発生する音を使って音を出すことができます。グチという名前や英名のドラムフィッシュはこの習性にちなんだものです。ギギの仲間。ギギやギバチをはじめ、ナマズの仲間の多くは敵に襲われたり、水から上げられたりすると、胸びれのトゲをすり合わせて、ギーギーと音を出して威嚇します。魚の聴覚と釣り。漁業者は長年の経験の中で創意工夫を重ね、水中で音を発生させて魚を集め、漁獲する漁具、漁法を編み出してきました。例えば、千葉県の大原地方では、どんぶりと呼ばれる釣り鐘状の鉛の塊を水中に打ち込むことによって音を発生させ、マダイを集める漁法があります。これは紀州の漁師から伝わったものと言われています。遊漁においても音の効果を期待した釣り道具は多くあります。ルアーの中にはポコポコと水音を発生させて魚を寄せるポッパーやラトルを内蔵したもの、金属のブレードが回転するものなどがあり、その音の質や大きさで釣果が変わると考える釣り人もいます。ナマズの伝統漁法であるポカン釣りも音に敏感なナマズの生態を利用した釣り方です。魚の聴覚についてはまだまだ未知な部分が多く、例えばよく釣れると言われるルアーの中には見た目のリアルさや動きがないのになぜか釣れるというものがあります。こうしたルアーが魚を引きつける理由は音や波動なのかもしれません。ぜひ水中の音と魚の聴覚をイメージしながら竿を出してみてください。画期的な新釣法を生み出すことができるかもしれません。音の効果を狙ったルアーを紹介します。ポッパー。全部にカップ状の形状を持ち、水面でポコポコと水音を出したり、水しぶきを上げるルアーです。ロウニンアジやブラックバスのほか、警戒心の強いクロダイが強く反応することも知られています。バイブレーションプラグなどのラトル。ルアーの内部にラトルと呼ばれる金属製の玉を入れて、ジャラジャラと音が鳴るように作られたルアーです。威嚇のためにこうしたルアーに食いつくという説もあります。金属ブレード。ブラックバス用などのトップウォータープラグについたブレードやプロペラです。金属製のブレードが回転することによって音と光でアピールします。スズキなどの海の対象魚にもブレード付きのルアーが使われます。今回の授業は以上となります。最後までご視聴ありがとうございました。高評価やチャンネル登録をしていただけるととても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。